今は国道173号線ですねを大阪方面から兵庫に向けて走っています。で、今いる場所が兵庫県の丹波篠山市に入ってきております。2月の4週目に入りまして、だいぶと暖かくなってきました。 S660 の外気温計で今の気温が11度になっています。1月から2月にかけては北の方に行くのはさすがに雪の心配があったので行きづらかったんですけども、春らしい気温が続きまして、もう雪も大丈夫というところで、今日は久しぶりに兵庫県の北の方に向けて走っていこうと思います。ただめちゃめちゃ北の方に行くという感じではなく、今日は以前行ってすごく良かった温泉がありまして、そこを目指してドライブをしていこうと思っています。今日は夜から雨予報になっていますので、雨が降らない間に帰ってしまおうというまあそんな感じのドライブで行きたいと思ってます。ここからは県道をちょっと走っていきます。裏手の道に進んでいきまして、北近畿豊岡自動車道の入り口の方ですね、春日のインターチェンジ目指していきます。春日のインターチェンジの方に行くのであれば高速道路を使うのがまあ早くていいんですけどね。頻繁にドライブに行ってると高速道路の料金もバカになりませんので、時間に余裕があってのんびりと走ることができるのであれば、下道の選択肢はありかなと思ってます。まあ下道の方が楽しいですしね。時間がないときはやっぱり高速でサクッと行きますけど、ケチらずにね、どこでも高速で行けばいいんですけどね。丹波篠山のこの辺りの道は道の駅巡りを含め何度も通ってるので、
S660 に乗ってドライブに行く機会が増えてから知らない道がどんどんと減っていきますね。まあ自分の近辺だけですけども、住んでる近辺、いつも間違うんですよね。もう一山峠道を越えていきます。ここから丹波市に入ってきますね。あとはこの道をまっすぐ行ってですね、突き当たりまで行けば北近畿豊岡自動車道の春日インターチェンジの入り口に行くことができます。しばらく走ってきまして、この道のですね突き当たりまで来まして、北近畿豊岡自動車道の入り口の方のですね近くまでやってきました。この先は北近畿豊岡自動車道の方に向かっていきましょう。しばらくは北近畿豊岡自動車道の方を走っていきます。この先氷見のパーキングエリアがあるんですけど、寄ってみたいなと思いつつ寄ったことがなかったので、ちょっと一旦寄ってみようかと思ってます。
近見のパーキングエリアはなんか超小さい道の駅みたいな、なんかそんなイメージを持つパーキングエリアでした。ちょっとしたお店と休憩する場所とで食堂みたいな場所もあったんですけど、今日はまだ時間じゃなかったからかもしれないんですけど営業していませんでした。この先のルートは目標としている温泉に行くんだったら次の青垣のインターチェンジで降りて国道429号線という場所があって、そこが国道になってるんですけど、そこを抜けるとすぐに温泉に行くことができるのですが、温泉に行ってしまってその後で歩き回るというのがなんかイメージ的に僕のですけどね違うなっていうのがあって、先になんかブラッとせっかくなんでしてそれから温泉がいいのかななんて思ったりしてどうしようか悩んでいるところです。どうしようかな。結局青垣のインターチェンジで降りることにしまして、今ですね青垣のインターチェンジを降りたところです。この先左手に行くと道の駅青垣がありまして、結局こっち行くと国道方面なんですよね。覚悟を決めますか。ちなみにこの辺りに来るにあたって道の安全は国道9号線のライブカメラというのが配信されてて、そこに北近畿豊岡自動車道の状況とか、さらにですね北側の道が雪があるのかないのかっていう情報をリアルタイムで見ることができるので、そちらの方で確認して、雪がないことを確認してからですねこちらの方に来るようにはしています。この辺りに来ても今12度外気温計になってますからね。ワイワモ群生地、これがですね目標としている黒川温泉ですね。看板が出てきましたけども、そしてここからはですね国道429号線に向かっていきます。
ごいっすね。さすがに雪残ってますね。この1週間多分降ってないと思うんですけどね。そんな雪残ってんだ。そうなんだ。そんな残ってんだ。マジか。黒川温泉の方に向かっていく道です。黒川温泉に到着です。黒川温泉に行ってきました。この先は生野の方に向かって山を降りていきます。この先道路の端とかところどころに雪は残ってるんですけど、道路を走っているところ場所にはですね雪は残っていないと思いますので、このまま進んでいきます。でもしこの先もですね、ここから標高を下げていくんで大丈夫だと思うんですけど、もし路面に雪があるような状況がちょっとでもあればですね、引き返して元の道で帰っていくことにします。ただいまの気温が11度あります。しかもこの数日間暖かかったので、
路面に雪が残ってるっていうところまではないはずです。ただこれはめちゃめちゃ車が汚れるルートでしたね。黒川温泉は兵庫県の生野にあって、この道を降りていくと生野銀山があるんですけど、ちょうど生野銀山から山手の方に上がってきた場所に黒川温泉があります。あまり知られていないのかもしれませんが、今日は平日だったということもあり、人ももう僕一人の貸し切り状態でしたし、めちゃめちゃ気持ちが良かったです。お湯はですね、ちょっと熱めのお湯です。ぬるめのお湯ではありません。熱いお湯が好きな人には物足りないのかもしれませんけども、ぬるいお湯が好きな人にはちょっと熱く感じるかもっていう感じですかね。左手に見えているのは銀山湖ですね。これもダム湖のはずです。いろんなところに車を止めれるところがあるので、
ダム湖を見ながら休憩をすることができます。ここにもありますね。春先とかのんびり過ごすのにはすごく良さそうですね。ダムになっていますね。この辺は本当ダムだらけです。寄らないんですけども、ここを左に曲がっていくと生野銀山があります。丸い橋な
現在、兵庫県有馬北西部に雪崩注意報が発表されています。先は国道312号線を南に下っていきます。天気もやっぱりあいにくな感じですし、今から雨も降るみたいなところがあるので、帰路に向かいつつ道の駅にでも寄ろうかなと思ってます。峠を越えていって上川町に入ります。この先に道の駅、あらど忘れした、銀の馬車道上川だったかな。銀の馬車道上川ですね。道の駅です。ちょっとここで寄り道をしてなんか買ってこようと思ってます。してみましょう。道の駅上川で買ってきたのがですね、めっちゃ面白いのが見つけて、銀の馬車道弁当っていうのがですね売ってまして、こちらの方を買ってきました。中が見えなかったので何が入ってるのか賭けみたいな感じになっちゃったんですけど、開けるとお品書きが鶏飯姫路風おでんなどなどが入ってると。中身がですねこのようになっております。ではいただいてみます。
メリフードの他にも寄ろうと思えば寄れる場所はこの近辺にあるんですけども、だいぶ曇ってきましたし、今日はこの辺にして帰ろうと思います。